読書は推し活。昨日2025年9月12日に東野圭吾先生原作の映画ブラックショーマンが公開されましたね。福山雅治さんが探偵役を、有村架純さんが助手役を演じられています。本作はコロナ禍の状況を克明に記した立書でした。父は誰になぜ殺されたのか、娘と叔父が協力して事件の真相に迫るミステリーです。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。昨日2025年9月12日に東野圭吾先生原作の映画ブラックショーマンが公開されましたね。福山雅治さんが探偵役を、有村架純さんが助手役を演じられています。早速見に行かれた方はいらっしゃるでしょうか。今回はこの映画の原作小説ブラックショーマンと名もなき町の殺人についてたっぷりとお話ししたいと思います。映画を見た方にもまだ見ていない方にも原作の魅力をお伝えできればと思います。映画について、キャストについて、東野圭吾×福山雅治というガリレオシリーズでおなじみのゴールデンコンビが再びタッグを組み、新たなダークヒーローを誕生させました。福山雅治さんが演じるのは元マジシャンで非凡な洞察力を発揮する探偵役神尾武史。有村架純さんは武史の命で父親殺しの謎に挑む女子役神尾真世を演じています。私はこのキャスティングを聞いてから小説を読んだのですが、まさにお二人のイメージがぴったりでした。実は神尾武史は福山雅治さんをイメージして書かれたキャラクターなんです。福山さんが東野先生にガリレオシリーズの床を学ぶほどの明晰な頭脳を持つ人がもしダークサイドに落ちたらどうなるのかと問いかけたことからブラックショーマンが生まれました。福山さんありきの作品だったんですね。主演2人の役作り。まず福山雅治さんですが、マジシャン役のため2、3ヶ月前から練習を開始、プライベートでもクレジットカードの出し方のキレが良すぎて店員さんに笑われるほど役に入り込んでいたそうです。役の神尾武史はステージ上だけでなく日常生活でも一瞬でポケットからスマホを抜き取ったりマジシャンとしての手技を発揮している人ですが、きっと福山雅治さんなら様になっているのだろうと思います。もう一人助手役を演じる有村架純さん。演じるのは父親を何者かに殺害され悲しみに暮れながらも叔父の神尾武史と共に真相解明のために調査をするという役柄です。有村架純さんは父親役の中村徹さんの写真をスマホの待ち受け画面にしながら撮影に臨んでいたそうで、入念な役作りの様子が伺えます。ただ原作を読むとかなり難しい役だと感じました。突然の父の死に困難しながらも犯人探しをして、しかも変人の叔父とのコミカルなやりとりもある。シリアスとコメディの落差が激しいんですが、実力派の有村架純さんなら安心して見られそうです。映画についてはまた見に行き次第感想を話す動画を作りますね。お待たせしました。ここからは本題の原作小説について詳しくお話ししていきます。前半は未読の方向けにネタバレなしで感想を話し、後半は既読の方向けにネタバレありで話していきます。作品の基本情報。本作は2020年11月30日に公文社から単行本が書き下ろしで、2023年11月14日に文庫版が刊行された東野圭吾先生の長編ミステリー小説です。ブラックショーマンシリーズの第1作で、2024年1月24日に続編ブラックショーマンと覚醒する女たちも刊行され、晴れてシリーズものとなりました。続編も読んだのですが、こちらは6作入った連作短編集となっていました。大人気ガリレオシリーズも10冊15冊は連作短編集のため似た構成になっていくのかもしれませんね。お話のストックがたまればまたドラマ化や映画化される可能性もありそうです。あらすじ。舞台は2021年3月、コロナ禍で観光客も遠のいた日本のどこにでもありそうな名もなき町。2ヶ月後に結婚を控えた建築士の神尾真世のもとに、故郷で一人暮らしをしていた父、栄一が自宅で何者かに殺害されたという連絡が入ります。急遽故郷に戻った真世でしたが、警察は捜査の詳細は教えてくれません。そんな中現れたのが疎遠だった叔父の神尾武史。元マジシャンの彼は人を食ったような知恵と手品のような仕掛けを駆使して独自に事件を調査し始めます。父は誰になぜ殺されたのか、娘と叔父が協力して事件の真相に迫るミステリーです。新しいタイプの探偵、武史というキャラクターがとても斬新です。手品の要領で刑事のスマホをポケットから抜き取り、欲しい情報を覗き見したり、嘘を交えることで巧みに話を聞き出したりと、かなり手段を選ばない探偵なんです。まさにブラックなショーマンで、最初はこの人大丈夫と思うんですが、読み進めていくうちに彼なりの正義感や優しさも見えてきます。コロナ時代を描いた作品。この作品の魅力の一つはコロナ禍という時代背景を丁寧に描いている点です。2021年3月を舞台に頓挫した町おこし計画、閑散とした商店街、度重なる緊急事態宣言と移動制限、さらにテレワークによる夫婦間のトラブルや変化した冠婚葬祭の形など、私たちが実際に体験した現実がリアルに再現されています。
くせ者の探偵が活躍するミステリーエンターテインメントでありながら、新型コロナウイルスによって人々の暮らしがどう変わったかを記した歴史書でもあると感じました。後世の人がこの時代を振り返るとき、この小説から当時の空気感を感じ取ることができるんじゃないでしょうか。名もなき町という設定の巧妙さ、タイトルにある名もなき町という設定が秀逸だと感じました。観光業に頼っている地方の町で読者が私の町のことかもしれないと共感しやすくなっているんですよね。実際、日本全国にこういった観光地はたくさんあって、コロナ禍で苦しんだ場所も多いはず。そんな普遍的な場所を舞台にすることで、登場人物たちがより身近に感じられるようになっています。容疑者の多さ、事件が起こる前、もうすぐ中学校時代の同窓会があることが語られます。そのためマヨは友人と電話をするんですが、この時点でたくさんの同級生の名前が登場するんですよね。私は彼らの誰かが犯人なのかしらと考えながら読み進めていました。容疑者は全部で10人、マヨの婚約者、マヨの友人とその旦那、第一発見者の同級生、エリートコースを歩む同級生、さらに超有名な漫画家になった同級生と彼のマネージャー気取りの同級生、町おこし事業を進める同級生3人、それぞれに怪しい部分があって、最後まで犯人がわからない作りになっています。これだけ容疑者がいると推理のしがいがありますよね。あなたはこの中の誰が怪しいと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。ここからはネタバレを含む感想をお話しします。まだ読んでいない方はぜひ読んでから戻ってきてください。映画を見た方もできれば原作も読んでいただけると嬉しいです。調査と整理の構成。私が読んでいて特に印象深かったのは、調査から情報の整理という流れが何度も繰り返される構成でした。514ページという長さで、プロローグ、エピローグを含めると全31話ある本作ですが、このような丁寧な構成のおかげで混乱することなく読めました。ただ、たけしがスマホから情報を盗み出したり、嘘をついて相手から情報を引き出したりする手法が、回を追うごとに少しくどく感じられたのも事実です。犯人当ての結果、私は最初はマヨの婚約者が怪しいと思っていたんですよね。あまりにも頻繁に連絡してくる気がして、何か情報を探っているような違和感があったんです。でもエピローグで謎が解けました。マヨから連絡をしていないから、向こうからばかり連絡が来ているように感じられたんですね。亡き父が東京に行っていたという情報から、東京にいる婚約者が怪しいとミスリードされてしまいました。結局、たけしの最後の章で容疑者がどんどん絞られていくまで、犯人を当てることはできませんでした。残念。ショーが始まる前にあの人が怪しいと気づいた方はいますか？犯人の動機、秘密にしてくれと言えば栄一はしぶしぶながらもうなずいただろうにと思いました。でも作中で規律に厳しい先生という描写があったのも伏線だったのかもしれません。中学時代の記憶でルールに厳しい先生だったから犯人は許してくれないかもしれないと思い込んでしまったんでしょうね。それにしても買えるだけ盗むと怪しまれるという想像力は働かせられるのに何の躊躇もなく火事を起こそうとする短絡さには驚きました。一方でつくみの母親に毎年年賀状を送り続けていたのは罪の意識が残っていたからでしょうか。人って本当に複雑ですね。コロナ禍の状況、ネタバレなしのパートでも話しましたが、本作はコロナ禍の状況を克明に記した歴史書でした。頓挫したゲンナビハウス建設の計画、投資で損をした人々、客足が落ちた旅館や商店街に苦しむ経営者たち、コロナで亡くなった方、家族がテレワークとなり生活リズムが乱れた方などもいました。私も2020年3月頃からフルリモートに切り替わったんですが、一人暮らしだったので出勤時間が余暇に使えてラッキーくらいに思っていました。でも家族がいる方は大変だっただろうと思います。打ち合わせなんかで声を出す機会も多いので、マイクが生活音を拾わないようにと神経をすり減らした方もいたかもしれません。そんなリアルなコロナ禍の状況が描かれる中、犯人の動機だけはコロナに関係がないというところが個人的に好きでした。あれほどの混迷期でも人間の本質的な部分は変わらないんだなと感じました。以上、東野圭吾先生のブラックショーマンと名もなき町の殺人の感想でした。東野圭吾×福山雅治というゴールデンコンビに心惹かれる方も多いのではないでしょうか。映画で楽しまれた方は、ぜひ原作小説や続編のブラックショーマンと覚醒する女たちも手に取ってみてくださいね。個人的には、たけしの過去に何があったのか、なぜアメリカでのマジシャンの仕事を辞めて日本に帰ってきたのか気になっています。皆さんの感想もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。